ルをしてくる方々っていうのはいろいろいらっしゃるので。これアピールって何ですか？さっき申し上げた、女性いるよねって、女の人がいるよねっていう時に、その人が目の前に、私とそのおじさんの目の前にスッて入ってきて、すごい、もうそれは怖かったって言ってもそうですね。急に私の顔をガッて見まして、笑うとか。そうか。見えてるでしょ？だからあなたにちょっと。言ってっていう、話は数回あります。アピールすごいアピールをされるっていうのは何回か本当にあります。ちょっとそのお話、いくつか聞いてもいいですか？もちろんです。はい。一つはそのおじさん。はい。初めての、タッチですよね。そういう、生き量さんと言われる人には多分お会いしてるんだと思うんですけど、ある意味アピールをしてくる方っていうのは、美容室で、お嫁さん、奥様迎えに来たお父さんの後ろに、髪の毛、そうだな。なんて言ったらいいんでしょう。今だとあれですけど、ワンレンって言うんですか？はいはいはい、こういう髪の毛のお姉ちゃんが長いんですよ、すごい。いて、黒髪のお姉ちゃんがすっごい目で見てんなって。それも奥様をすっごい目で見てんなって。ご夫婦でいらっしゃる時の奥様の方を、なんかすごい目で見てる人がいると。子供ながらに睨んでんなって。もうギーって感じで。って言って見てんなって思ってて、なんだろうこれって思っていたら、突然私のをふって見て、すごい勢いで、なんでしょう、歩いてくるんじゃなくて、シュッって移動する感じで、シュッって来て、ねえみたいな感じで、お顔だけでグッてされて、うおーなんかと思ったら、突然また旦那さんの方をグッと見て、また見て、手で言いなさいじゃないんですけど、ほらみたいな感じでやられて、これは私言わないとなんかされるかもしれないと思ったんで、おじちゃん、お姉さんがなんか言えって言ってるって言ったら、おじさんが、言わないでって言って、お願い言わないで。なんかよくわかんないけど言わないでって言われたら、奥様が、ねえ、どんな洋服着てるって言われたんで、その時は本当にT シャツも、なんて言ったらいいんでしょうね。その時英語読めなかったんで、ここになんか S みたいなのがついてる T シャツで、その色自体はピンクだったんですよ。ピンク色の T シャツで、パンツスキニーみたいなパンツでジーンズ履いてる人って言ったら、そうなんだ、髪の毛ワンレンって聞いたんですよ。奥様が。なので、ワンレンって言ったらもう、それ以上言わないって延々言われたんですけど、そしたら、そのお姉さんがちょっとニヤっていうか、にっこりしたんです。言ってくれたみたいな。で、そうそうって言ったら、旦那さんに、私知ってるからって奥様が言ったことがありました。そしたらもう旦那さんそこで、もう本当美容室なんで2人ぐらいしかいないんですけど、お客様。そこで土下座しだして。それね、例えばじゃあ、旦那さんが、不倫と浮気してた女性なわけじゃないですか。その女性の生き量が来て言ってってことは、その女性は、言いたかったみたいです。自分の存在をやっぱアピールしたかったっていう。で、やっぱり見えている南さんを通じてってことですよね。いくら言っても、この人たち通じないし、奥さんはなんか分かってるのに言わないし。じゃああんたが言ったら、もうちゃんと私がいるって存在がいるって分かるじゃんっていうことだったらしいです。やめてくれ小学生にって本当に思うんですけど。すごい。これも生き量ですね。そうですね。だからそれが何回か。じゃあそのアピールってのは大体生き量が多いってことですか？だけではないんです。ちょっと教えてくださいよ。ちょっとお願いします。めちゃくちゃ面白くないですか？なんか今回って、以前ね、幽霊にインタビューをしてノートに取ってたって人がいまして、水沢隆弘さんって方なんですが、で、なんかその時に僕ら分からないまでもなんかそういった世界のことが分かった気になれたんですけど、その時以来の衝撃で。本当ですか？だから今日いろんなこの不思議な世界の答えを聞けてる気がしてる。だからなんとなく自分の中では普通なので分かんないんですけど。教えてください。普通にだから、アピールって言っても、
できるできないが多分あるらしいんですよ。その、霊側の方も。霊側の方生き量にしても、亡くなった霊にしても。よく守護霊とか、その指導する方とか、いろいろこう何人かいらっしゃる。あと、昔の自分とか、そういうのがよくいらっしゃるって言われるんですけど、その方々も別に常になんか言えるわけではなくて、ただ、ダメだよとか危ないよとか、そういうのはどうやら言ってるらしいんですよ。本人に。でも本人、感知力を、こう、例えば、妖怪アンテナみたいのがなければ、わからないから、よく何でしょう、こう、事故が起きる電車に乗らないで済んだ。私があるんですけど、それ。それは、私の場合は、何をやっても、全部落としちゃって、大昔になりますが、地下鉄サリンの電車がね、本当に皆さん大変な状況で、その日私お仕事だったんですよ。行けって言われてて。で、使うんですね、そこを。完全に使う時で。で、朝行こうと思ってるのに、完全にもう全部落ちるんですよ。持ったものもない、あれないっていうの。で、結局乗れなくて、事務所と、その報道が出だしたぐらいで、事務所と友達からすごい連絡が来て、乗ってないかって言って連絡が来て、ごめん、なんかもう全然行けなくなってどうしようって、今日は行かなくていいから、とりあえず見なさいって言われて、見たら、その事件が起きているってことが、でも多分、私だけではない、いろんな方、それはなんでじゃあ私はなかったのって言うけど、別にその人が悪いわけではなくて、何かね、そういうものっていうのって、こう、巡り合わせ、いろんなことであるんだなっていうのは思ってたんですけど、たまたま私はそのことがあって乗らなかったっていうのがありました。僕もですね、高校の時に、いつも乗ってる電車、往復3時間なんで片道1時間半かけて高校行ってたんですけど、なんかその日どうしても電車乗りたくないんですよ。サボっちゃえ。だらだらして。で、しばらくした後に父が入院してたんで、お見舞い行こう久しぶりにと思って病院に行ったら、実は父がもう危篤で、亡くなる寸前で最後出会えたってあるんですよ。あの時僕説明がつかないんですけど、なんでかわかんないですけど、もうなんか電車乗りたくないな。なんでこんな電車乗りたくないんだろうなって思って学校をサボったことがあるんですよ。多分それ呼ばれてると思います。私呼ばれるとか、そのアピールってよくありますけど、やっぱり大好きな子が亡くなる時ってすごい悲しくて、で、動けなくなっちゃったりすることが多いんですけど、一人大好きだった子が会えなくて、最後も会えなくて、いつ何をやるって全然情報が来なくて、で、この体を見せられないから呼ばないでくれって言われてたらしくてみんなが。で、本当は最後会いたかったのに、呼べばよかったみたいな感じだったらしいんですけど、その時やっぱり、突然、なんかいるなって、それは見えてないんですよ、その時は。あれなんか気配するなと思ったら、よくわからないんですけど、足元にあった鈴みたいな、ちょっと置いてあったんですけど、そこに引っかかったらしくて、鈴、何にもないんですけど、ドンガラガシャンガシャーンって音がして、いるって思って、会えたっていう時とかが、なんか、今亡くなったのかなっていうのとかがわかるとかっていうのはよくあります。いや、面白いんですが、そのメッセージで言うとですね、例えばその守護霊様的な方が、なんかもうそれ良くないぞとか、そっち行くなよとかってことでメッセージを送ってくれることがある。でも僕みたいな普通の人はなかなかそれ感じられないじゃないですか。聞こえないじゃないですか。と時に、どういったものが起きていると、それはメッセージなのかとかっていう風なものってありますか？よく言うのは、私とかがいると、なんか言ってるよとかっていうことは。見える人がいた時には、その人を通じて教えてくれるってことがあるわけですよね。例えば、今、島田さんがお父様のお話をしたら、後ろで、男の方、ちょっと、ここしか見えないですけど、男の方がニヤッとするとか。今しました？なんかニヤッとしてたなって。でも、そういうのとかはありますけど、そうじゃない時って、表立っては出してくれないのでわかんない。メガネしてました？こういう。してる！メガネしてます！はい。して、なんかこのくらい。ちょっと横分けな感じです。横分けまでわかんないです。見えないから。このくらい。ニヤッとしてます。っていう一瞬があったりとかはするから、そういう人がいれば、なんかこう、今なんかちょっと大丈夫っ
とかっていう話はできますけど、そうじゃなくて、南さんみたいな方がいない方が多分大半じゃないですか。そうですね。ご覧の皆さんたちって。そういう時とかってやっぱりこう何か、あれおかしいなっていうの、私みたいに、例えば何かこう落とすとか。よくあるのが、例えば家ね、仕事で出ますって時に、出たんだけど、あれエアコン消したっけな戻ろう。出かけました。あれなんかある冷蔵庫閉めたっけな開いてたんじゃないっけな戻ろう。若干いたずらの時もあるかもしれないですけど。あれとかも、何かやられてる時もあります。それはやっぱり何かこのまま言ってたら良くなかったんだみたいなこともあるし。もありますね。言ってると、ちょっとこう、違うことが起きている可能性も、自転車にブンってやられたりとかっていうこともあるだろうし、なんでしょう。本当に、ただのいたずらっていうことも。いたずらっていうのは誰がいたずらするんですか？一緒にいらっしゃる守護霊的な方。そうです、そうです。いたずらするんですか？します。守護霊いたずらするんですか？すると私は思っております。なんで守ってくださいよ。なんでいたずらしてくるんですか？なんでしょう、こう、一緒にやっぱりいるから。なんか時々、例えば、なんか周平、なんか慌ててるな、ふふっていう、人によるんです。例えば、お茶目な方がついてたりとかすると、やっぱり、ちょっと今、遅れたら怒られるのか、ふふって言ってやられる。ちょっとド S なというか、ちょっといじってやろうみたいな感じの、そういう仲のいい感じの人もいるわけですね。もいらっしゃると思います。勝手にね、やっぱ守護霊様だから、もうそんなこと一切しないぐらいなんかもう人格者ばかりと思ってましたけども。いや、人格者だけではないと思う。その人に、多分、後ろにいらっしゃる方と言われる話になっちゃうと、多分私が見る範囲で言うと、自分に対して今どういう状況かなんで、ものすごい人格者がつく人もいれば、そうじゃない、ちょっと適当な方がいたり。で、それでまた何か、その人のある意味修行が終わるっていうか、やることが終わると別になったりとか、そういうこともあるので、今必要な人がつくとか、なんですよ。私の範囲内でだと。